どうもこんにちは、川口の健です。今日はベビーカーブで作ったセミブローグの靴磨いて完成させます。前回ソールの仕上げの動画を撮りました。それで完成前の作業全部終わってたんですけど、木型を靴の中に入れて革に形状を覚えさせる期間を取って木型を抜いて残すは磨きのみになりました。早速磨いて最後にデザインのこだわりと解説していきます。今回シューツリーはこれ専用には今作ってなくて、以前作ったものを入れてます。このシューツリーの木型とは微妙に形違うのでぴったりフィットはしてないんですけど、おおむね合ってるのでこれを入れた状態で磨いていきます。でまずは軽くほこりを落とします。次にこのプリフターシュのザ・クリームを指に取ってたっぷり塗っていきます。この革はニッピという今はもう革作ってないみたいなんだけど、日本のタンナーのニッピというところのデッドストックですね。古い在庫品です。それを入手して今回靴に使いました。かなり薄くて柔らかい革なんですけど、もう表面のツルツルさ具合がすごくてですね、こうやってもう見ても分かるんですけど触ってもすごいですね。革によっては表面をバフがけして表面を少し削り落として毛穴とか傷を目立たなくしているような革でピカッとね輝くのもあるんですけど、これは全然そういうのとは違って上質で表面がきめ細かくて輝いてるみたいな感じがします。クリームをしっかり塗り込んだのでブラッシングしていきます。次はダークブラウンのクリームを少しブラシに取ってウェルトとアッパーの境目、指だと入りにくい部分に塗り込んでいきます。それとこういった革の断面、花飾りのあたりとかもクリームを塗り込んで、ついでに薄く全体もクリームを塗っていきます。ブラッシングをしてこんな感じでしっかり輝きました。最後に仕上げにワックスを塗っていきます。これはすごいな。ワックスの塗り始め、この指でベースを作る時って結構しっかりガツガツ塗っていく感じあるんですけど、もうこれはなんていうかもうほとんど一回こうスッと触っただけでこのまま磨けば鏡面になるんじゃないかっていうぐらい簡単に輝いてくれそうですね。では布で磨いていきます。一気に輝いてきました。コバにもワックスを塗って磨いてます。
ものすごくチョコみたいですね。特にこのヒールカップなんか割ると中におもちゃが入ってる昔大好きだったチョコエッグを思い出しますね。中敷きにはケッシュ・ザ・ワークのロゴが入ってます。今回靴紐はアッパーの革よりやや明るめの茶色のロー引き平紐を入れていきます。はい、ということで自分用に作ったビスポークシューズセミブローグの靴が完成しました。最後の磨きめちゃめちゃ楽しかったです。すごいね、磨きやすくて磨くのにかかった時間がいつもの半分以下でした。ちょうど1年前ぐらいにこのコードバンの靴を作って今でも気に入って履いてるんですけど、それを長く履く上でいろんな問題点も見えてきて、1年経ってどれだけ改善して履き心地ももちろんなんですけど、各種の細部の技術明らかにレベルが数段上がってて、この1年ちゃんと成長したなと感じられました。ということで最後にそういった細部のディティールを解説していきます。今回のデザインはセミブローグですね。本当にスタンダードで、以前作ったこのサンプルシューズのセミブローグと同じデザインです。この靴はイギリスのクラシックなビスポークシューズをイメージしてそれに近づけて作ったので、フォルムとか全体的な雰囲気もかなりイギリスらしくなったかなと思います。つま先は柔らかいスクエアトーです。つま先の形状、前から見た時がすごく気に入ってます。かかとは継ぎ目のないシームレスヒールです。シームレスヒール大好きで、イギリスの工房だとあんまりシームレスヒールってやらないみたい。最近はちょっと分かんないですけど、クラシックスタイルだとここ縫い割りが入るのが一般的みたいなんですけど、やっぱり僕はこのシームレスヒールの丸みのある光沢が好きなので、今回もシームレスヒールでいきました。この革ダークブラウンなんですけど、デッドストックということもあってか、それか元々の状態なのかもしれないですけど、少しこう色あせたような雰囲気があったので、葉っぱを作る前に若干色を染めて補正してこんな感じになってます。染める時は若干赤みを足すようなイメージで染めたので、本当に少しですけどバーガンディらしさもあるかもしれません。出し縫いのピッチは12番ですね。約2ミリ間隔で縫って、縫い目はウェルトと一体化してほとんど見えなくなってます。ソールはこんな感じでクラシックにナチュラルソールです。ウエストはベベルドウエストになっています。つま先は真鍮プレートです。今回あえてちょっと磨きすぎないで少し粗めな雰囲気のまま取り付けてみました。いつもは結構しっかり磨いて履き下ろすまで表面の状態変わらないようにラッカーをかけて保護するんですが、今回はそんなにしっかり磨き込まずにラッカーもかけずに置いておいたので、少し真鍮の経年変化というか変色が見られますが、それがまたクラシックな雰囲気に合ってるかなと思って、あえてこんな感じにしてみました。ヒールなんですが、ちょっと高めかなと思う方いるかもしれません。これ 35mm ぐらいあります。これ実はね、ヒールはね高くはないんですよ。高くはないっていうのは、木型でいうとかかとの接地面は割と標準的だと思うんですが、僕の木型ヒールの底面の丸みが強いです。さらにこのソールの部分をアッパーに向かってまくり上げるようにこう密着させているので、その分もあってちょっとヒールが高く見えます。クラシックな靴だともうちょっと低いのが通常だと思うんですけど、僕のやり方で僕の木型で作るとこんな感じになるということで、これはこれでありかなと思ってます。なんですが、このヒールの高さでシングルソールで垂直なヒールをつけるとさすがにちょっと重めに見えてくるので、わずかに下に向かってテーパーさせるピッチとヒールですね。あんまりやりすぎるとちょっと女性的な雰囲気になってくるので、本当にわずかにテーパーをかけてます。そうすることでこのかかとのヒールカップとのこう一体感も出てきて、履き心地ももちろんそうですし、見た目的にもしっかり安定した感じに見えてきます。今回ちょっと気になったのは、この革すごく薄いということで、このクォーターのところちょっとシワが入りがちですね。紐をねこうしっかりグッと締めて、ここの革が張るとシワは目立たなくなるんですが、
足とかシュー釣りが入ってない状態でちょっと紐の穴を通すみたいな、ここを少し曲げる動作をするとちょっとシワ目立つかなという感じはしました。なんですがこれはちょっと制作工程の工夫でもう少し改善できそうなので、これは次回ベビーカーを使って靴を作る時の改善点ですね。ということでデザイン的には本当にシンプルなんですが、各所いつも通りこだわりを持って作りました。何よりね、革の光沢透明感が素晴らしくて、もう履くのが楽しみすぎてしょうがないですね。当初この靴はカジュアルでも全然履けるようにと思ってラウンド等で木型を作ってました。なんですけどちょっとアッパーの雰囲気を見てスクエアに変更しました。デザイン的に普段履きいけるかなっていうのはちょっと木型を作った時には不安だったんですけど、こうしてできてみるとフォーマルめな服にもカジュアルめな服にも合いそうで、これからの活躍が楽しみです。いや本当にいい靴ができました。もう靴を作り始める2年半ぐらい前はこんな靴が自分で履けるとは思ってなかったです。ちょっと自画自賛ならぬ自画自賛になっちゃうんですが、本当にこんなにしっかり作られた自分で作ったんですけどしっかり作られたいい靴が履けるっていうのが本当に靴職人としても靴好きとしても喜びですね。いや楽しいなしばらく眺めておきたい気持ちもあるんですが、本当に早く履きたい気持ちが勝ってしまうので、早速履いてこの動画を終わりにしたいと思います。またインスタグラムの方に写真載せておきますので、よかったら見てみてください。ということで本日の革靴の記でした。